厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はオペラの歴史に革命を起こしたリヒャルト・ワーグナーを紹介します。今流れているワーグナーの名曲ワルキューレの紀行はニーベルングの指輪という大作オペラの中の一曲です。宮崎駿監督が崖の上のポニョを制作している間、この曲をよく大音量で流していたというエピソードは有名ですよね。ワーグナーはオペラを総合芸術と呼ばれるまで高めた巨匠として有名ですが、その影響力は当時のオペラ界や音楽界だけにとどまりません。同時代以降の多くの著名人、そして現代の様々なアーティストたちに多大な影響を与えているのです。ワーグナーには特にワグネリアンと呼ばれる熱狂的なファンが多いのも特徴ですよね。この動画ではワーグナーの名曲とともにワーグナーはどんな人生を送ったのかをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ワーグナーは1813年、現在のドイツザクセン王国のライプチヒに生まれました。ワーグナーの父フリードリヒは熱狂的な演劇愛好家としても知られていました。その父の影響か、ワーグナー家の子供たちの多くはオペラ歌手や女優に成長することになります。そんな演劇一家の9番目の子供として生まれたのがリヒャルト・ワーグナーでした。しかしワーグナーが生まれてわずか半年後のことです。父のフリードリヒは仕事中にチフスに感染し、43歳の若さで亡くなります。その翌年、母のヨハンナは舞台俳優宮廷歌手のガイアーと再婚しました。一家はガイアーの住むドレスデンに移り、ワーグナーも養父ガイアーの愛を受けて育ちました。ワーグナーは幼い頃から兄や姉の出演する劇場に頻繁に出入りし、4歳では初めて舞台にも立ち、その後も何度も出演しました。そんな演劇少年だったワーグナーは9歳で音楽家人生の原点となる体験をします。カール・マリア・フォン・ウェーバーが指揮するマダンの車種を見たのです。マダンの車種とはウェーバー自身が作曲したジングシュピールというドイツオペラです。1821年にベルリンで初演され、瞬く間に大評判になったオペラでした。イタリアオペラが主流だった時代に現れたこの素晴らしいドイツのオペラに、ワーグナーは大きな感銘を受けました。作品に加えて、ウェーバーの指揮する姿にも憧れます。今では一般的な指揮棒を使って指揮するスタイルですが、これは当時ウェーバーが先駆けて取り入れていたものでした。指揮をするウェーバーの姿は、少年ワーグナーの目に皇帝や国王よりも偉大に映ったそうです。音楽に目覚めたワーグナーでしたが、彼には文学の才能もありました。ホメロスやシェイクスピアに夢中になり、読書に没頭し、12歳の頃には学校で自作の詩が最優秀に選ばれるほどでした。15歳頃になるとワーグナーは本格的に音楽を学ぶようになり、16歳になる年には初の作曲もしました。そしてワーグナーはこの頃ある名曲に夢中になります。それは当時埋もれていたベートーベンの傑作交響曲第9番でした。ワーグナーはベートーベンの交響曲第9番を写譜するだけではなく、ピアノの編曲版も作り、自ら出版社に持ち込むほど入れ込みました。1831年、18歳になったワーグナーは名門ライプチヒ大学に入学します。しかしワーグナーは学生としては不真面目で、大学は2年ほどで行かなくなってしまいます。そんなワーグナーに根気強く関わってくれた恩師がいました。トーマス教会のカントル、テオドール・バインリヒです。バインリヒはワーグナーに無償で音楽理論の個人レッスンをつけてくれました。バインリヒの熱意に負け、ワーグナーは和声楽や大尉法の基礎をここで猛勉強することになります。そして翌年の1832年、19歳でワーグナーは初の交響曲を作曲します。それが今流れている交響曲ハ長調です。この曲には敬愛していたベートーベンやウェーバーの影響が見られます。
1833年19歳のワーグナーは大学へも行かず定職にもついていませんでした。そこにビュルツブルク市立劇場でオペラ歌手演出家として活躍していた兄から合唱指揮者の話が来ました。ワーグナーは喜んでこの仕事を引き受けます。ビュルツブルク市立劇場は小さな劇場でしたが、幅広いレパートリーを上演していました。人手不足の劇場でワーグナーは合唱の指揮だけではなく、裏方の仕事全般を手伝うことになります。1年という短い任期ではありましたが、様々な立場、役割から多種多様なオペラの上演に関わったことは、ワーグナーの経験値を高めてくれました。実はこの合唱指揮者に就任する数ヶ月前から、ワーグナーは自身初のオペラの制作に取り組んでいました。オペラの制作は通常音楽を作曲家が作り、台本を作家が担っています。しかしワーグナーはこの頃から当たり前のように音楽と台本の両方を自ら創作したのです。しかし最初のオペラ作品は作曲の途中段階で人気女優の姉ロザーリエに見せた時にあまり反応が芳しくありませんでした。そこでワーグナーは制作を中止し、すぐに次のオペラ妖精の制作に取り掛かります。今度の作品は姉ロザーリエも大絶賛し、自身が出演していたライプチヒ歌劇場の支配人に上演を依頼しました。しかしワーグナーは当時は無名の音楽家です。上演の願いが叶うことはありませんでした。なかなか芽が出ないワーグナーでしたが、1834年21歳の時に地方の施設劇団ベートマン劇団の指揮者の推薦がありました。ベートマン劇団は資金も十分ではなく上演水準も高くはありませんでした。断るつもりのワーグナーでしたが、劇団の看板女優ミンナ・プラーナーに一目惚れをし、指揮者を引き受けたのです。そして出会って半年でワーグナーとミンナは婚約しました。しかし劇団の方は大変でした。赤字続きで1836年に解散が決定してしまいます。ワーグナーはなんとか解散前に自作のオペラを上演しようと取り掛かっていた新作オペラ恋愛禁制を急いで完成させました。しかし慌てて上演したため準備は全く整っていませんでした。歌手は自分のパートを完全に覚えきれず、台本の印刷も間に合わなかったので初演は大失敗に終わってしまいます。こうしてベートマン劇団は後味悪く解散となってしまいました。看板女優だったミンナはケーニッスベルクの劇場と契約し、ワーグナーをその劇場の指揮者として推薦しました。こうして二人はケーニッスベルクで同居を始め、1836年11月に結婚しました。ワーグナーが23歳の頃でした。しかしこの二人の生活は生涯にわたって落ち着きませんでした。二人は揃って浪費家で、借金は積み重なり、さらにはお互いが浮気性で嫉妬深いため、二人の関係は常に不安定でした。結婚の翌年の5月には、ミンナがケーニッスベルクの劇場を独断で辞め、商人の男性と駆け落ちしてしまいます。ワーグナーもミンナを追いかけて劇場を辞めました。その後もこの夫妻は互いに浮気をしたり駆け落ちをしたりして離れて暮らす時間も多かったのですが、生涯にわたり離婚することはありませんでした。1837年8月にワーグナーはリガの歌劇場の指揮者に就任します。しかしこの歌劇場も赤字経営だったため報酬も十分ではなく、ワーグナーは望まない作曲や指揮をしていました。また支配人と折り合いも悪く、ついに1839年の3月、ワーグナーは25歳で解雇されてしまいます。しかしワーグナーは落ち込んではいませんでした。ワーグナーは音楽の中心地パリで一旗あげたいという野望を持っていたのです。ワーグナーは作曲中の新作オペラリエンツィエをパリに売り込もうと考えていました。しかしこの時すでに莫大な借金を抱えていたワーグナーはパリへの旅費がないどころか債権者にパスポートまで取られ監視されていました。そこでワーグナーはとんでもない行動に出ます。1839年7月、ミンナと共に密出国を決行したのです。2ヶ月後、2人は命の危機を感じながらもなんとかパリに到着します。パリに着くとワーグナーはすぐにオペラ座に向かいました。無名のワーグナーがいきなりオペラ座で話ができたのは、ある人物の推薦状のおかげでした。推薦状を書いてくれたのは、パリで大活躍していたオペラの大家、ユダヤ人のジャコモ・マイヤベーアです。
実はワーグナーは事前にこのマイヤベーヤに連絡を取ってからパリに向かったのです。この推薦状のおかげでワーグナーはオペラ座の支配人に会うことはできましたが、肝心の自作オペラの上演に関しては返事がもらえませんでした。ワーグナーはそれまで音楽の一等地であるパリならば実力や才能のある人物が上り詰められるものだと期待していました。しかし実際は実力だけでは難しく、コネクションや金の力が必要であることを思い知らされます。マイヤベーヤはワーグナーを気にかけて、今度はルネサンス劇場の支配人も紹介してくれました。するとルネサンス劇場はすでに完成していたオペラ恋愛禁制の上演に興味を示したのです。ワーグナーは上演の収入を見込んで都心に引っ越しをし、本格的にパリでの活動をスタートさせようとしました。しかし1840年の4月、ルネサンス劇場は急に閉鎖されてしまいます。上演による収入を当てにしていたワーグナーの借金は膨れ上がり、ついには受取人支払いの郵便すら受け取れない状態になっていました。6月にはまたもマイヤベーヤの紹介でパリオペラ座の新支配人に会うことができました。新しい支配人は台本さえあればワーグナーに作曲を依頼しても良いと話しました。そこでワーグナーは当時構想中だった一幕もののオペラさまよえるオランダ人で勝負をすることにしました。夏にはオペラ座に草案を送りましたが、しばらく音沙汰はありませんでした。結局返事が来たのはおよそ1年後の1841年7月。しかも演目の採用ではなくて、台本のアイディアを材料として買い取っても良いという屈辱的な条件でした。しかし生活に困っていたワーグナーはこれを承諾せざるを得ませんでした。パリでの成功は遠のいてしまいましたが、同時期にドイツで希望の光が見えます。ドレスデンに新設された当時ドイツ最高と言われた歌劇場ゼンパーオーパーでリエンツィの上演が決定したのです。これはマイヤベーヤの推薦状に加え、ドレスデンにいたワーグナーの知人たちの働きかけが功を奏しました。1842年4月、28歳のワーグナーは夢破れたパリを後にし、ドレスデンに戻ることを決意します。コネクションと金が物を言うパリに辟易したのか、ワーグナーはこれ以降、金銭目的の作曲をやめ、権力者や聴衆にこびることもなくなります。ドレスデンに戻って半年後の1842年10月、5幕の大悲歌劇リエンチの公演が行われました。結果は爆発的な大成功でした。観客の熱狂はもちろんでしたが、出演した歌手や演出家、指揮者までも大興奮の舞台となりました。この日を境にワーグナーの名前はドレスデン中に知れ渡ったのです。その翌月、ワーグナーにザクセン宮廷歌劇場の指揮者の打診が来ます。これは考えうる中で最高のポジションでした。就任を決めたワーグナーはザクセン宮廷歌劇場である作品の初演を行います。それはパリで台本だけを不本意に売ってしまったロマン的歌劇さまよえるオランダ人でした。今日ではワーグナーの重要な作品の一つとして注目されるさまよえるオランダ人ですが、当時はあまり人気は出ませんでした。内容の暗さや一部の歌手の演技力の不足、機械技師の不手際などが原因だったと言われています。それでも多彩なワーグナーの名声は落ちることはなく、さらに評判を呼ぶ出来事が重なります。まずは1844年でした。この年の12月、1826年にロンドンで亡くなったウェーバーの遺骨がドレスデンに返還されたのです。ワーグナーは幼い頃崇拝していたウェーバーを思い、奏奏曲と合唱曲を作曲し、移送の式典の中で自らの指揮で演奏しました。演奏に加え、ワーグナーの尊敬と愛にあふれる追悼演説にも人々は感動しました。続いて翌年の1845年10月、新作オペラタンホイザーとバルトブルクの歌合戦が初演されます。この作品は初演こそなかなか理解されなかったものの、公演を重ねるたびにどんどん人気が上がっていきます。そしてついにはザクセン王国の各地で上演される大ヒット作品になったのです。
らに翌年の1846年にはワーグナーが特別演奏会である名曲を蘇らせます。それは10代のワーグナーが夢中になっていたベートーベンの交響曲第9番でした。この曲は当時は埋もれていたので上演には大反対を受けましたが、ワーグナーは譲りませんでした。ワーグナーの文才を生かしたプログラムも配られ、当日の演奏会は大成功。この演奏会をもってベートーベンの交響曲第9番は不朽の名曲としての評価を確立したのです。こうして手腕が徐々に認められてきたワーグナーですが、その才能をやっかむ人物も多かったようです。宮廷歌劇場では第一指揮者やコンサートマスターから嫌がらせも受けていました。また新しく就任した演劇顧問とも反りが合わず、ワーグナーの提案はことごとく却下されていました。ワーグナーに不満が溜まっていた頃、ある事件が起こります。ドレスデンの5月蜂起です。この頃のヨーロッパはナポレオンによる戦争の混乱を取り戻そうと絶対王政が復活していました。自由主義とナショナリズムは抑制され、それがついに爆発したのが1848年の2月でした。まずはパリで市民革命が起こります。そしてすぐにドイツ、オーストリアにも飛び火しました。さらに1849年5月、ワーグナーのいたドレスデンでも国王の弾圧に対し民衆の蜂起が始まります。それがドレスデンの5月蜂起です。ワーグナーは革命派としてこの5月蜂起に参加しました。砲撃の飛び交う中、民衆を鼓舞したりビラを配ったりと中心的に動きました。しかしこの蜂起はプロイセンからの援軍によって鎮圧されます。ワーグナーは国のお尋ね者になり、急いで妻のミンナを疎開させ、自身もバイマルへ向かいました。バイマルに行ったのはパリ時代に親交を持った音楽界の中心人物、フランツ・リストを頼ってのことでした。リストはこの年バイマルでワーグナーのタンホイザーを指揮しており、二人の間にはすでに友情が育まれていました。リストはワーグナーにパリ行きを勧めます。制作中だったオペラ、ローエングリンの上演先をパリで探すと良いというアドバイスでした。リストはワーグナーの旅費まで工面し、亡命用のパスポートも用意してくれました。ワーグナーはまずはスイス・チューリッヒへ亡命し、6月にパリに移ります。しかしドイツでは名声を得たワーグナーもパリでは苦労します。結局作品を上演してくれるところは見つかりませんでした。過去のパリでの苦い思い出もあり、7月には早々にチューリッヒに戻ります。しかしチューリッヒはチューリッヒでローエングリンを演奏できるレベルの劇場が見つからなかったのです。そこでワーグナーはまたもリストを頼ります。翌年の1850年4月、ローエングリンの送付をバイマルのリストに送ります。リストはワーグナーとの友情により、8月にバイマルの宮廷劇場でロマン的歌劇、ローエングリンの初演を行いました。ローエングリンは上演を重ねるごとに評価が上がり、屈指の人気作になりました。1851年、38歳のワーグナーは新作ニーベルングの指輪の構想を練り始めました。しかし制作が進むにつれ、この巨大な作品の上演を果たしてどこの劇場でできるのかと悩み始めます。そして一旦指輪の制作を中止し、上演が実現可能なサイズの作品の制作に取り掛かります。それが1859年8月に完成したトリスタンとイゾルデです。しかし上演しやすい作品として作ったはずのトリスタンとイゾルデは出来上がってみると大規模で、歌手にとってもかなり難易度の高い作品に仕上がりました。ワーグナーはここでもリストのアドバイスを受け、完成の翌9月、主役を歌える歌手を探すためにまたもやパリに向かいました。パリでワーグナーは歌手を探しながら自作曲の演奏会も開催しました。しかしこれが大失敗に終わってしまいます。これによってパリでのワーグナーの評判は落ち、新作のパリ上演は絶望的になってしまいました。しかしこの演奏会の翌月、千載一遇のチャンスがワーグナーに舞い込みます。
フランス皇帝ナポレオン3世が外交戦略の一環としてオペラ座でタンホイザーを上演することにしたのです。念願だったオペラ座での自作上演にワーグナーは歓喜します。しかしこの上演には3つの難題がありました。第1の難題は翻訳でした。台本をドイツ語から全てフランス語にしなければならないばかりか、当時のオペラ座には全て韻を踏ませるという習慣があったため、翻訳がかなり難航したのです。第2の難題は指揮者でした。この時作曲者は自作の曲の指揮ができないという規則があったため、ワーグナーは自分で指揮をすることができなかったのです。そして第3の難題はジョッキークラブでした。オペラ座にはジョッキークラブという貴族の会員グループがありました。彼らは夕食後に遅れて劇場に来るというのを習慣にしていました。そしてバレエ好きのジョッキークラブは自分たちの到着が間に合う第2幕にバレエを入れるように要求したのです。ワーグナーはドラマの進行と無関係にバレエを加えることを断固拒否します。妥協案として第1幕のバレエシーンを拡大することにしました。しかし要求を拒否されたジョッキークラブの怒りは収まりませんでした。1861年3月に行われたタンホイザーのパリ公演でなんと妨害行為をしたのです。初日には嘲笑や怒号を飛ばし、2日目以降は笛やラッパを持ち込んで上演の継続を不可能にしてしまいました。こうして悲願のパリオペラ座の公演はワーグナーにとって苦々しい思い出になったのです。オペラ座の失敗から1年後の1862年3月、指名手配をされていたワーグナーに恩赦が与えられました。指名手配が解除となったワーグナーはザクセン王国に帰ることにしました。そしてその2年後、ワーグナーにとって重要な出来事が起こります。ルートヴィヒ2世という人物がバイエルン国王に即位したのです。このルートヴィヒ2世は15歳でワーグナーのローエングリーンを見て以降、ワーグナーに心酔する大のワグネリアンでした。彼は即位後初めての命令でワーグナーを探せと伝えました。こうしてワーグナーはミュンヘンでルートヴィヒ2世に謁見することになりました。憧れの人物に会えて大興奮したルートヴィヒ2世は多額の金銭援助に加え、ミュンヘン郊外の別荘の提供も約束しました。願ったり叶ったりのこの援助にワーグナーは喜びます。そして弟子のハンス・フォン・ビューローとその妻子を別荘に呼び寄せました。実は恋多きワーグナーは弟子であるビューローの妻でもあり、友人リストの娘でもあった小島・フォン・ビューロー夫人とこの時すでに恋仲になっていたのです。そして同居して間もなく小島はワーグナーの子を身ごもることになったのです。幸運が続いていたワーグナーでしたが、実はミュンヘンにはあまり歓迎されていませんでした。宗教上の理由や国王の常識外れな優遇への反発などから批判の総攻撃に遭っていたのです。そんな中でも1865年の6月、ついにパリで上演を断念したトリスタンとイゾルデをバイエルン宮廷歌劇場で初演することができたのです。この素晴らしい作品にバイエルンの聴衆たちは熱狂し、公演は大成功を収めました。しかしアンチ・ワーグナーの人々は黙ってはいませんでした。トリスタン役を務めたテノール歌手が初演の1ヶ月後に30歳で急死したことなどを受け、トリスタンとイゾルデは呪われた作品だと吹聴したのです。またその年の10月にはアンチ・ワーグナーだった役人が王室からのワーグナーの報酬をあえて銀貨にしていくつもの大きな袋に詰め、これ見よがしに護衛付きの馬車でゆっくりと運んだのです。これによってワーグナーへの誹謗中傷はさらに増えてしまいました。こうしたアンチ・ワーグナーの思惑通り、ミュンヘン中でワーグナーへの反感が高まりに高まりました。
ついにはルートヴィヒ2世がしぶしぶワーグナーに国外退去を命じる羽目になってしまうのです。ワーグナーは12月にはスイスに移り、ルートヴィヒ2世は退位や自殺をほのめかすほどに意気消沈してしまったそうです。1866年4月にワーグナーは郊外のトリープシェンに住むことにしました。翌月にはコジマが3人の娘を連れて同居を開始します。コジマの3人目の女の子はワーグナーの娘で、トリスタンとイゾルデからイゾルデと名付けられていました。さらにその翌月にはコジマの夫ビューローも同居を開始し、奇妙な生活がスタートします。この頃にはワーグナーとコジマのスキャンダルはミュンヘンでも噂になっていました。翌年の1867年にはワーグナーの次女も生まれました。次女は制作中のオペラニュルンベルクのマイスタージンガーからエーファと名付けられます。10月にはそのマイスタージンガーも完成し、翌年1868年6月にバイエルン宮廷歌劇場で初演も行われました。なんとこの初演はビューローの指揮で行われ、大喝采を浴びました。その1年後の1869年6月には長男ジークフリートが誕生します。この名前はこの頃制作を再開した超大作ニーベルングの指輪から取られました。指輪は4部からなる大作でしたが、そのうち第1部のラインの黄金と第2部のバルキューレは実は13年も前に完成していました。ワーグナーは4部の同時上演にこだわったので、出来上がった2部は温存していたのです。しかし熱烈なワグネリアンのルートヴィヒ2世は待ちきれませんでした。そして国王命令で完成していた2部の初演を無理やり決定してしまったのです。1869年9月にラインの黄金が、1870年6月にバルキューレがそれぞれ初演されました。ワーグナーは立ち会えませんでしたが、完成度が高い公演は大成功に終わりました。そして1870年の7月、とうに夫婦関係が破綻していたビューローとコジマが離婚しました。この頃にはワーグナーの妻ミンナも亡くなっていました。翌月、ワーグナーはコジマと結婚し、ビューローとはたもとを分かつことになります。さて、超大作ニーベルングの指輪の完成が少しずつ見え始めてきた頃です。ワーグナーはこの作品を理想的に上演できる場所を探していました。この頃のドイツの劇場では毎日違う演目が代わる代わる上演されるのが普通でした。ワーグナーは自分の作品が日常の娯楽として消費されるのを嫌っていました。そして人々が作品を見るためだけに訪れるイメージを持ち、あえて田舎のバイロイトに専用の劇場を建設することにしたのです。1872年の4月、58歳のワーグナーはバイロイトへ移住し、1874年の11月、61歳でニーベルングの指輪を完成させました。その2年後の1876年、ついに完成したバイロイト祝祭劇場で第1回のバイロイト祝祭が開催され、指輪が上演されました。観客席にはそうそうたる顔ぶれがずらり。
ドイツ皇帝やブラジル皇帝をはじめ、国王や大公たちが臨席。さらにはリストやブルックナー、サン・サーンスやチャイコフスキー、グリーグといった第一線で大活躍中の作曲家たちも揃いました。指輪の上演は祝祭としては大成功でしたが、ワーグナー自身は出来栄えに納得がいかず、再演を計画していました。しかしなかなか目処が立たず、ワーグナーは新作の創作に取り組むことにします。しかし64歳のワーグナーは頻繁に心臓発作を起こしていました。自分の最後の作品になると予感して制作されたと言われているのがパルジファルです。パルジファルの制作中にもワーグナーの健康状態は少しずつ悪化していきましたが、イタリア各地を転々としながら1882年1月、ついに完成させました。7月に第2回バイロイト祝祭が開かれ、パルジファルの初演が行われました。結果は大成功でした。終演するのが困難になるほどの大喝采で幕を閉じました。ワーグナーはこの半月後にベネチアに移りました。この年のコジマの誕生日には、19歳の頃に作曲した交響曲破蝶々を演奏しましたが、それがワーグナーにとって最後の式になりました。1883年2月、昼下がりに論文を執筆していたワーグナーは、心臓発作を起こし、そのまま帰らぬ人となりました。遺体はバイロイトにある自宅に埋葬され、現在も世界各国のワグネリアンたちが墓参りに訪れています。ここまでワーグナーの人生と名曲を紹介してきましたがいかがでしたか？今日の動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介や、クラシック音楽の歴史の解説、演奏家の紹介や、名曲解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！